本日はブルーラグ上湯葉店から自転車で約5分、はい、松陰神社商店街にある中華立浪にお邪魔してます。おはようございます。本日お話をお伺いするのは中華立浪のオーナーシェフの右京くんとお店を切り盛りする翔平兄ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。お二人は本当の兄弟ですね。あ、そうです。はい。本当の兄弟。はい。お兄ちゃんと弟でって感じですね。で、サンタ君。あ、サンタです。はい。上湯葉店から5分なんでサンタ君に来てもらってます。はい。はい、でまず簡単になんですけど、僕たちブルーラグと関係をね整理していこうと思うんですけど、もともとはね右京君がねブルーラグ働いてるんで、僕がディスクトラッカーをね担当して組ませてもらったっていうところからのお付き合いですね。はい、あれがどんぐらい何年前ですか？ちょうど4年前ぐらいだと思います。はい、もう7、8年ぐらい前はい、ありがとうございます。はい、たくさん乗ってもらってるみたいで、組んだ本人としてはありがたいです。で、サンタはね。はい、もう中華立浪が好きすぎてね、ほぼスタッフですね。そう本当に俺見たことないけどさ、バイトしてんでしょ。バイトしてます。はい、もうそう一員として。それ忙しい時に呼ばれるの。トゥルルルって。そうですね。15分前。15分前。15分前。今日行ける？何回かありましたね。で、そんな風にお付き合いさせてもらって、あれですね、上湯までお兄ちゃんの自転車。そうですね。谷さんがリベンデルを。リベンデルの何ですか？サムヒルボーン。サムヒルボーン。ご兄弟ともども自転車組んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。しかもね、右京君はね、プロポーズで奥さんにクレームスミスをね、いや、ありがとうございます。プレゼントしてっていうのがね、で、サプライズもしたんでね。そう、すごいあれ。すごいことをお願いしてくんだと思ったで、そうなんかもうねプランがしっかりしてたと。あ、もうそう彼女当時の彼女さんとクリスマスだって。クリスマスじゃないか。いや、クリスマスでした。になんかどこどこのとこでご飯食べるんで、僕らが出てきたら自転車置いてあるの欲しいですって。やるよっつって。で奥さんはクレーム乗ってるけど、今ね、そうですね、お子さん生まれたからなかなかもうちょっと落ち着いたら2人でまたいいですね。いいですね。出ると思います。お店できて7月で1年ぐらい。そうです。1年になるって感じです。いつ見てもなんか僕今日ここ来るの初めてなんだけど、インスタとかさ、上湯葉店のメンバーとかが行ってるのを見るとさ、いつも忙しそうなんですけど、あれですか、順調？ありがたいことに。それはいいことでね。順調なのが一番いいこと。いつもで、ご兄弟でやってるんだけど、基本はお料理作ってるのが右京君。はい、そうです。で、もうお店のホールだったり切り盛りしてるのがお兄ちゃん。そうですね。はい。なんか喧嘩とかしてる？いや、予想してたより全然ないです。ちっちゃい頃？めちゃめちゃ。めちゃめちゃそうです。何で喧嘩する？何個違い？2個違います。2個違うとね、結構喧嘩。そうですね。何ですか？真似してくるんですよ。真似が。あ、そうよね、弟は。真似タイプで攻めてくる。レイさん、弟さんなんですか？俺ね、末っ子なのよ。4つ上にちょっとわかるかもしれない。4つ上に兄貴がいて、7つ上にお姉ちゃんがいて。4つ離れてるとさすがになんか喧嘩にならないから、あれ2つとかだとなんかありそうだなと思って。で、兄弟でお店を出すことになった経緯をお伺いしたいんですけど、そもそもあれでしょ、ちょっと僕いつも右京君を紹介するとき言っちゃうんだけど、右京君甲子園球児。ポジションはショートでした。一番うまいやつ。一番うまいやつ。守備の要。兄もショートで。ショート。そう同じショート。お兄ちゃんも野球やってて。はい。お兄ちゃんはあれでしょ、ここにある情報だとあんまり、はい、そうですね。ボロ負けしてないですけど。高校時代にね、大谷翔平と試合してますから。大谷さん。大谷さんは高校の時はどこやってんの？あの人は。ピッチャーじゃないですか。いや、自分岩手県大会の決勝まで投げなくて、最後だけ投げて。それもだって甲子園のため。そうです。甲子園のためのちょっと調整みたいな感じでしょ。そうです。なんで外野ですね。レフトだったか守ってます。レフトかライト守ってて。今日野球、サンちゃんも野球。野球やってました。で、サブちゃんも野球。そこだけ。僕中学校。マイグローブ持ってない。マイグローブ。
右京君ってはい。いつから料理してんの？その前の職場、そのディスクトラッカー組んだ時から僕はお料理してる人って言ったんだけど、いつから？そのデジさんの記憶からです。本当？はい。そうなんだ。でそもそもはさ、じゃあ高校で野球やってます。はいはい。その後は大学まで野球やってます。でサラリーマンで上京したんですよ。某ガス会社なんですけど、でそれも同じそうなんですよ。そうなの？兄を追いかけるような感じで同じやっぱ真似してくる。やっぱ真似してくる。でお互い脱サラしてで自分はそこからその飲食の道にっていう感じです。もうマジで飲食はその時にもう未経験で。大学4年の時に、兄が東京の北区に住んでたんですけど、そこに1年間居候しながらこっちで就活してたんです。でその1年間で中華屋のバイトをしてて、そうなんだ。で全然調理とかではないんですけど、でもその経験がやっぱ飲食やりたいな、かっこいいなっていうふうにすごい思ってたんで、それが一番のきっかけというか。じゃあサラリーマンやったのはもう本当でも2年半ほどやってもうやっぱやりたいなって。そうですね。その気持ちが大きくなって。お兄ちゃんは？自分はその同じガス会社で6年7年くらいですね、約7年働いて、で自分でやりたいことがあったので、サラリーマンを退職して、で個人の事業を立ち上げて、でいろいろコロナとかいろんな状況があって、でそれで僕会計を学びたくて経理職に就いたんですよ。会社の経理をやっていて、でたびたびその質問されることがあって、でそれでこいつがその独立するタイミングまで経理をやって、で一緒にやったっていう感じですね。やっぱりその右京君はさ、中華料理屋さんで、いっぱいあるじゃん、お料理って。そうですね。いっぱい種類あるけど、やっぱりそのバイトしてた時のやっぱかっこいいなって思ったきっかけが中華料理屋さんだったから、中華料理屋さんを自分でもやりたいなと思ってた。前職とかはさ、違う種類のご飯屋さんだったじゃない。定食とか、洋食も経験ちょっとさせてもらったんですけど、でもなんか一番中華が自分に合ってるなっていうか、庶民的で愛されやすいっていうか。知らない。右京君はさ、けいちゃんっていうね、荻窪のお店でね、あれ何年ぐらいいた？2年ちょうどくらい。2年ぐらいで、僕がねちょうど奥さんが妊娠したタイミングで荻窪の病院に通ってたんですよ。産んだのも荻窪の病院なんですけど、それの転診で帰りにね、そうですね、結構来ていただいて、何回か寄って、結構ね思い出深いんだね、これは。懐かしい。ここでもね、なんか右京君なりのアレンジが食べれるってなったら、ぜひまた今度家族で来ようと思います。お願いします。ありがとうございます。でも全部さ、右京君が考えてるの？メニューは。でも名付け親は兄貴ですね。そうなの？料理の自信作は？自分は黒酢豚が大好きで。美味しいよね。黒酢豚ってあれなんであんな美味しいの？酒と言ってほしいですね。ご飯とも合いますし。僕は麻婆ナスなんですよ。麻婆ナス。おナスがね、油吸うからね。さっきあれじゃん、その名付け親で言ったらさ、さんちゃんがほら。ディメンター。ディメンター麺。イチローとか。イチロー。肉も結構。もうちょっともう一回言って。肉。ちょっともう一回言って。肉。そういうこの絡みをご家族でいらっしゃったお客様がすごい子供と掛け合ってやってます。やっぱあれですか？ご家族でも来る方。いや、すごいありがたいこと。地元の方が多いです。多いですね。いいね。町中華って感じだね。肉ですね。そうですね。肉。気になるメニューありますって言ってお前バイトしてんだもんな。でもサンタさんいない時のもうめっちゃ増えてます。増えてます。僕はディメンター麺とニュータソ麺ですよね。担々麺でしょ。タソですよ。タソです。なんで？そうなんです。担々麺は別で上にあるんです。担々麺は上にある。タソはなんか違うの？神奈川の方に某辛い溶き卵の
あー目あるじゃないですか。ああれってそういう呼ばれ方なんですけど、ダウソタウソって芸人さんいるじゃないですか。ダウンタウンのあれ方式でやってあ、そうなんだ。ただなんか花山椒とかも使ってて、ちあょーっと違う味わいなんですけど。あそこそまそってことだ。そんな感じ。さんちゃんのおすすめの料理はさっき聞いちゃったんだけど、さんちゃんこれだなってやつは。やっぱ僕ベニオムがベニオムチャーが本当に好きで、本当にどんなチャーハンですかそれは。チャーハンにあれオムレツですか？オムレツオムレツがあー乗ってて、その中に紅紅生姜が入ってるんですよ。この後出しますよ。マジですか？あれすみません。お出しします。まあ今日は自転車の話もさせてもらいたいってことなので、はい、今日は右京君にディスクトラッカーのお話をさせてもらえればなと思うんですけど、まあ、自転車に乗るようになったきっかけをお伺いしたいですね。まあ、そのデジさんと出会うっていうか、まあ4年前くらいですかね、まあ、その職場の先輩に服とかはちょっとなんか好きというか、けどお前のチャリとこう釣り合ってないからちょっと俺が教えてやるっていう風に毎日これはこうで、その先輩の自転車を一緒に見ながら、いやかっこいいですねってなって、まあ、その先輩に教えていただいて、で、まあ、ほぼその先輩のご教授で一緒になんか休憩中に来てくれたよね。あ、そうですね、そう仕込みがない時に何回か行っそうて、サーリーのディスクトラッカーはなんかほぼ決め打ちだったよね。なんか僕いがやなんか自分案内することあんまなかったことあなんか自分も全然詳しくなかったので、まあこのゆくゆくはこの無事なワンちゃんを乗せたいっていう要望とかも言ったら、なんかディスクトラッカーがいいんじゃないみたいになって、まあそういう流れになったって感じですね。最初はカーゴウォークじゃなかったんですか？あ、最そうです。初カーゴウォークじゃない。なかったんですよね。そうでなんかわかんない記憶僕も曖昧なんですけど、その先輩がねリベンデルに乗ってて、はい、確かあれだよね、ブロンジグリーンのクレムのと同じ色にしたいみたいな感じだったっけ？いや実は違ったっけ？実はこのブロンジ色ですか、のクレムが欲しかったんです。あ、そうだった。けどまあ最初なんで、まあ、金額的にも相談して、はい、じゃあサーリーにしようで、サーリーにするけどあの色がいいからこのブロンジカラーにっていう。でこのサーリーならそのワンちゃんもカスタムできるしっていう感じで。で最初はノーマルのフォークで乗せるの、そのムジナちゃんを乗せるためにクラフトのフォーク入れたのはどんぐらいだって納車してから？いや本当に入荷待ちでっていう感じだったですね。1年はなかったと思うんですけど、そのぐらい待って入荷してすぐ購入させていただいてっていう感じです。一時買えない時期だった。今もないしな。今も確かに。暴れずに乗ってくれる？そうですね。前はそのノーマルのフォークでやっぱ位置が高かったんですけど、なんか震えちゃってて、やっぱ位置が低いんでだいぶ今寝ちゃってますけど、だいぶ安心して乗っていただいてます。乗っていただいて乗っていただいて。さっきお兄ちゃんが言ってましたもんね。はい。これはもう右京のチャリじゃなくて。そうです。右京が借りてるっていうだけです。僕はムジナちゃんに自転車を。その頃さ、お兄ちゃんとは連絡取ってたの？ちょくちょく。あ、でもすごい取る方ではあったと思います。お互いの近況というか。こういう自転車買ったと思って、当時はどうですか？でもすごいぶっちゃけて言うと、まあ、金額聞く、いいですか？いいよ金額聞いて、お前何してんだって騙されたと思ってて、分かんないって言われて、でそれで僕は初めてブルーラグさんを知って、自転車ってそのなんかスパッツみたいなの履いてこうなんかああいうのは想像できるんですけど、なんか日常使いでそんな高価なものがあるのかっていうのを気づいて、お前大丈夫みたいになって一回乗らせてもらったんですよ、僕の家に来た時に。乗り心地がすごい良くて、こういう種類の自転車もあるんだなっていうので、僕はそれで知りましたね。ありがとうございます。よかったよ。よかったですね。そこで乗り味が出て。めちゃくちゃ乗り心地が。これはもうつってなった。そうってなったのであれだもん。今はまあムジナちゃん乗せることもあるけど、なんかその買い出しとかにも使うの？めちゃめちゃ使いますね。めちゃめちゃ使うんだ。普段は連れてきてんの？
あ、ムジナですか。うんムジナはいや家でお留守お家で番していただいてます。うんはい。していただいていやでも本当にそのお使いとかうんもうバンバン入るので、うんめっちゃ使い勝手いいですね。最高ですね。でもだってずっと乗ってくれてるもんね。そうですね。この前はその奥さんのクレーン借りてみんなでリベンジライド行ってた。はい、はい行かせていただきました。二人とも初参加だった。僕そうです最近初めてです全然行けてないけど初めてですいろいろあって超ハードだったんですよ。そうなのやっぱいや騙されたと思ったんですよ。なんか先頭に立ってたんですよ。常に先頭に立ってたんですけど、まあそのいつも行ってる道がもうことごとく封鎖されてたんですよ。もう予想外で8割上りでした。ライドの8割。途中から気まずかったあれってブルーラグのスタッフさんもちょっとはハードな感じなんですか、あれって。いやもう死辛いんですか。ぬほど知ってる。あ、やっぱ辛いですね。めちゃくちゃしんどいです。みんな楽しそうな顔してたよいや本当ですか？もう写真見る感じだとね。走ってみるけど。あれ立ちこぎしないのは何かのプライドなんですか。いやタッチこぎした方がしんどいじゃないあですか。、そうなんだ。やっぱ個人的には。なんかしないじゃないですか。だからなんか真似しなきゃいけない。違う違う違う。ちゃんとね立ちこぎがもうしんどいんだって。あ、タッチそこぎするうなんですね。体力が残ってないっていうか。あ、そうだ。逆にこう頑張ってやっちゃうとそれでもう使い切っちゃう。そう立ちこぎになった瞬間あれになるから無酸素になるから無酸素運動そうになるかか。あれはちゃんと理にかなってる。次来ない顔してましたもん。次のあ、場合そうですね。でも最後の下りのところでまた行こうかなと思ってました。あ、いやよかった気持ちよく。らリベンデルライドでみんながそんなゲホゲホするのあんま聞いたことないそうなの聞いたことないで実際さじゃあお店できて上馬店近いしはい買ってくれたんですけどやっぱりその右翼の影響が強いですかそれといやもサンタのパワハラですかどっちも？どっちもありますね。なんかその弟の自転車乗ってて、うんまず乗り心地に気づいて、うんでオープン前に去年ラグハタガヤさんでイベントさせてもらったじゃないですそうなか。のイベントさせてでもらいましたねなんかあの時にはいろんな方が来てくださって、でなんか正直何のプラスもないのになんでこの人たち優しいんだろうみたいなその時にでなんか人柄とかその会社というかお店全体がそういう雰囲気なんだろうなと思ってなんかそれで僕は人で関心を持ってブルーラグさんにでその上馬店のスタッフの方もこう来てくださっててでそのついにはちょっと大変すぎてそのサンタさんにヘルプを頼んだ時に、なんか僕がもし買うんだったら何がいいですかねって言った時に、なんかサムヒルボーンがいいんじゃないですかそんな感じですよいつもそんなふやふやしてもでなんかそれでサムヒルボーン調べてめっちゃかっこいいなこれってなってでサイズ調べてもらったら今なんか紫色みたいな藤色みたいなやつがラス1だって言うんでそれでもう買おうってなって人気にしそうからですね。あペリウィングペリウィングおいいじゃんあれかっこいいよね今おかお借りあ上げられますありがとうございます。本当に最高ですね通勤とかも通勤とかもほぼ毎日使って本当に買ってよかったと思いますなんかあんまりこんなに買ってよかったと思うものあんまないですけど、確かにね、いいよねなんか生活の中で毎日使うものにお金使うっていいなと思いましたありがとうございます逆にどうこれからやってみたいこととかあるそのプライベートでもお仕事のことでもでも目標じゃないですけど、兄と毎日のように話すんですけど、お店を2店舗目？増やすってこ目標ですと目標でゆくゆくにはその出身が岩手なので、地元にもなんか還元したいなっていう、店舗なのか鏡かよいいねそれはぜひ応援したいわだからサンタもいつヘッドハンティングされてもおかしくないじゃあ立ち上げは？でもオープニング青くんとサンタさんはマジで入ってます全員マジですかちゃんと頼りにされあちゃんとしてますちゃんと頼りにされたら、はいこっちも困っちゃうんだよこっちも困っちゃうんだよなでその7月で中華立浪が1周年なのでまたねラグで、はい一応ねここだと7月13日でラグでイベントやってくれるってことなんではい1年経ってねパワーアップしたイベントができるんじゃないかなと思うので、ぜひね皆さんその日は予定を当てといてもらいたいとともにお休みが月曜ここのお店は月曜日と火曜日火曜日ですねはい、ランチもやってますよね。ランチがね、はいで僕も今度家族で来ようと思いますので、ありがとうございますはい、その時はよろしくお願いします。今日はね、右京くん、京平兄ちゃん、今日はたくさんお話ありがとうございました。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますまた今後とも長くさせてください。はいよろしくお願いします。ありがとうございます
うわせっかくなので卵とねうまくないですか？うまいやばいっすよね。そうなんですよ。めっちゃうまいですよ。本当にうまい時って大きい声出さない。うまい。例のクロス豚。あ、これあれですか？フルフルのやつですか？あ、フルフルなるオムチーズもうちょっとカラとかもうめうめえよ。うめえっすね。よかったです。レベチですよね、マジで。